どうもこんにちは、ギターショップトニークの小沢です。今回は PRS についてやっていこうと思います。皆様 SE、S2、コアの違いってご存知でしょうか？今回はですね、この大人気モデルカスタム2408を使いましておなじみの格付きチェックやっていこうと思います。この SE からコアなんですけども、価格差が、ざっと50万円ほどということでかなりの差があるんですけども、その違いに関して、細かく解説していきまして、最後はその50万の差があるのかどうかを耳だけで当てていただければと思います。サウンドが気になる方は、何分まで飛ばしていただければ音だけでも楽しめる動画だと思いますので、よろしければチェックしてみてください。現行品で比較が出るようになりましたので、ぜひぜひ最後までご覧ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめにですね、今回使用するこちらのカスタム2408について、語っていこうと思います。こちらはですね、PRS の代表機種であるカスタム24の兄弟機ですね。もともとですね、2016年に50本限定で、発売されまして、その後2018年にコアシリーズから、正式に販売がスタートするというような歴史がありますね。その後 SE、S2 でも展開がされるというような流れです。パッと見た感じ、めちゃくちゃカスタム24なんですけども、それをベースに2つのミニスイッチだったり、3way のトグルスイッチ採用してたりとか、あとコントロールの位置も若干異なっておりますね。こちらピックアップがですね、ハムバッカーが2機搭載されているんですけども、それをこのミニスイッチ2つでそれぞれコイルタップすることができるんですが、2ハム 3way のトグルという風な組み合わせなんですけども、合計で8通りのサウンドが出力できるというような特徴を持っております。フロントとリアに設置されている、ハムバッカーなんですけども、もともと出てたカスタム2408っていうのは8515が乗ってるカスタム24にミニスイッチをつけてサウンドのバリエーションを増やしたというものなんですけども、現行品に関しては TCI のピックアップに変わっておりますので、サウンドもちょっと差別化が図られているんですね。そして木材がですね、マホガニーバックでメイプルトップで、ネックがマホガニーで指板がローズウッドという風な組み合わせですね。あとはもうバードインレイだったり24フレット仕様だったり、25インチスケールとか10インチの指板 R とかトレモロユニットを採用していたりとか、この辺りはもうがっつりカスタム24と同様のスペックを持っております。こんな感じの特徴を持った、カスタム2408なんですけども、今だと割とサウンドバリエーション豊富なモデルってたくさんあるんですけども、ただサウンドのバリエーションを増やしたっていうわけではなくて、ちゃんとそれぞれのセッティングで特徴のある使える音が出力できるので、めちゃくちゃ使い勝手いいと思いますね。実用的な仕様だと思います。通常のカスタムだとピックアップセレクターが 5way のブレードスイッチなんですけども、トグルのスイッチ採用しているので若干トラッド寄りなルックスなんですけども、このミニスイッチによってちょっとメカメカしさもあってみたいな、これはこれですごい完成されたルックスなんじゃないかなと思いますね。セミホロー構造でかつ指板が自リコテの40周年アニバーサリーモデルもありますね。これもめちゃくちゃかっこいいので、よろしければチェックしてみてください。続いてコアと S2 と SE の違いについてやっていこうと思います。まず根本的な部分で言うと、コアシリーズっていうのはですね、PRS がやりたいことを全部詰め込んだようなラインで、それが PRS の基準であり、スタンダードというふうなラインですね。S2 はですね、アメリカでかつこの価格帯で制作する上で現実的なスペックを備えたシリーズですね。そして SE に関しては PRS サウンドの入り口とも言うべきラインですかね。そんな感じで各ラインによってコンセプトが異なってはくるんですけども、その違いがこれから説明する随所のポイントに出てきますので、そのあたり語っていこうと思います。製造場所ですね。コア S2 がアメリカで製造されているんですけども、S2 に関してはまたコアとは違ったラインで製造されております。そして SE はインドネシアの工場ですね。ただインドネシアの工場なんですけども、 PRS だけを作る専門の部署がありまして、そこでアメリカ流のやり方を徹底してやっているみたいですね。塗装がですね、コア S2 が極薄のラッカーフィニッシュですね。で SE に関してはポリ塗装なんですけども、昔のコアの塗装を採用しているというところで進歩がすごいなと思いますね。 S2 コアどちらもラッカーではあるんですけども、コアの方が若干木部の凹凸が見えるような気がしますね。実物を比べて見ていただくと違うなと感じると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ピックアップがですね、コア S2 どちらもアメリカで作られている TCI というものが搭載されていて、 SE がですね TCI-S という風なピックアップが搭載されております。エスカッションの形もコアと S2 に関してはちょっと丸みを帯びたタイプのエスカッションになってるんですけども、 SE に関しては角張ったようなデザインになってますね。そして先ほど紹介したミニスイッチですね、そちらの挙動も異なっておりまして、コアに関してはですね、オンにするとハイパスフィルターとして機能しまして、ハム構造のままシングルコイルのようなサウンドを出力できるという風な、特徴を持ってますね。ハム構造のままなので非常にノイズが少ないです。S2、SE に関してはシンプルな
コイルタップですね。このあたりブラインドテストの上でかなり差が出てくる部分だと思いますので、しっかりやりますんで、はい、チェックしてみてください。ボディの木材ですね。コアに関しては基本的にワンピースのマホガニーバッグを採用していて、トップがフィギュアのメイプルでバイオリンカーブが施されております。そして S2 がですね、基本的にワンピースのマホガニーバッグで控えめな木目のメイプルをトップに採用していて、かつベベルドコンターが入ってますね。SE が3ピースのマホガニーバッグでメイプルトップ、さらにその上にフレームメイプルの化粧板を貼り付けた3層構造ですね。トップのカーブに関してはかなり緩めのカーブを採用しております。バイオリンカーブっていうのは何段階も分けて手作業で削り込んでいくのでコストがかかってくるんですけども、それによって非常に美しいルックスを持っているっていうところがありますね。S2 に関してはベベルドコンターなので、そういった手間が若干そこ少ないっていう部分と、メイプルの材としてはコアと同じアメリカのメイプルなんですけども、控えめの木目のものを採用することによってコストを抑えられているという風な形ですね。そしてネックがですね、コアがワンピースのマホガニーを採用していて、S2 が1本のマホガニー材をカットしてですね、ネックとヘッドの角度がつく部分でつなぎ合わせたスカーフジョイントを採用しております。SE がメイプルネックですね。SE でメイプルを採用している理由として以前ちょっと聞かせていただいたことがあるんですけども、薄めのネックシェイプ採用してますので、この価格帯で使用できるマホガニーですとちょっと耐久性に不安があったということで、なのであえて硬質と言われているメイプルを採用して変装性をまず優先したというふうな話ですね。そしてネックシェイプですね。コアと S2 がパターン芯というものが採用されていて、 SE に関してはワイド芯ですね。昔のコアで採用されていたワイド芯というシェイプが今は SE で使われていて、それよりもさらに洗練されたネックシェイプが今現在 S2 コアで使われております。そしてバードインベイの素材なんですけども、コアがアバロンで S2 がクレイ素材で SE がセルロイド素材です。ヘッドストックがですね、コアがローズウッドのベニヤが貼られていて PRS のロゴが埋め込まれているというふうな仕様になってます。S2、SE どちらもベニヤがないんですけども、S2 は PRS のロゴが貼られていて、SE はヘッドに SE という風な記載がありますね。トラスロットカバーがですね、コア、S2 どちらもブラックアラメイド素材なんですけども、SE はプラスチックの素材を採用してます。チューニングマシンがですね、コア、S2 どちらもフェーズ3ロッキングチューナーズプラスウィングボタンというような組み合わせですね。そして SE が PRS デザインのチューニングマシンですね。ロック式ではないんですけども、 PRS から登場している SE ロッキングチューナーズという風なものに変えれば、ちょっと上位モデルに近づけることはできますね。ブリッジがですね、コアが PRS パテントトレモロジェネ3で、 S2 が PRS パテントトレモロ、 SE が PRS パテントトレモロモールデッドですね。はい。そして電装系のパーツも異なってまして、コア S2 がもちろんアメリカ製で、 SE はアジア製の電装系になってます。コントロールノブがどれも今はランプシェードのノブを採用しているんですけども、コアに関しては落とし込みがあって、 S2、S に関しては落とし込みがないという風なスペックですね。バックパネルも同様でして、コアに関してはパネルがボディに落とし込まれているんですけども、S2、SE は埋め込まれていないですね。そして価格帯ですね。コアが新品で74万8000円、テントップのモデルですね。S2 が34万7600円、SE が14万360円。かなりの差があるんですけども、これまでお話しした様子でここまでの価格差が生まれているというふうなことなんですけども、実際音はどれぐらい違うのかっていうところですね。今回その引き比べるモデルの中でもざっくり50万60万ほどの差があるので、そこがどこまでサウンドに影響しているのかぜひチェックしていただければと思います。今回ですね、クリーンとクランチとドライブで鳴らしていきますので、状態としてはどれも入荷したそのままの状態で鳴らしていこうと思いますので、どれがコアなのか当てていただければと思います。答えはですね、全部同じにしておきますので、どれがコアなのか分かったという方いたらぜひコメントしてみてください。ということで早速鳴らしていきます。どうぞ。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。 SE に関しては分かりやすかった気がしますね。 S2 コアはですね、割と重心が下というか、かなり太めなサウンドだったと思うんで、なかなか分かりにくいかなと思うんですが、コアの方がすごい上品な響きがありましたね。クリアさっていうとやっぱりコアなのかなと、思いましたね。歪みに関してはもうどれもめちゃくちゃ好みでしたね。どれも立体的で、 SE がなんだかんだでちょっと暴れる感じもあり、個人的にはハイゲインサウンドであれば SE もありなのかなとか思ったりはしましたね。コアのノイズの少なさは弾いててめちゃくちゃ感じましたね。弾いててどのモデルもノイズすごい少なかったんですけども、コアに関してはもう歪んでようが触れてるともうピタッと止まるような感じで、卓録とかでもすごい役に立つんじゃないかなと思いましたね。であとはタップですね。ミニスイッチ動作した時の挙動がまたちょっと違うなと思いましたね。このコイルタップしてないけどシングルっぽくするっていうコアで近年採用された、コントロールなんですけども、これは発明だと思いますね。弾き心地に関しては正直どれも出荷値の状態からガンガン弾けるような感じの素晴らしい演奏性持ってるんですけども、ランクが上がっていくにつれてネックのシェイプの仕上げとかですね、フレットサイドの処理とかそういったものの丁寧さが変わってると感じたので、手に吸い付くような感じがしたのはコアかなと思います。聞いてみた感想としてざっと小沢はこういう風に思ったんですけども、皆様はどうですかね。おそらくもうコメントしてくださってると思いますので、ぜひ結果発表をお楽しみにしていただければと思います。ということで本編終わり。この動画が公開されるのが2月なんですけども、今日が1月20日で、なんだかんだで今年初の動画撮影ですね。皆様、年末年始、どんな風に過ごされたんでしょうか。年始にトニークの、小沢と村井の私物紹介の動画、上がりまして、かなりいろんな方に見ていただいて面白かったよみたいな感じで言ってくださる方もいて、またぜひできたらなと思ってますね。小沢は一応今回年末年始どう過ごしてたかっていうと、いつもはですね、年始は必ず川崎大師に行って、おみくじを引いて大吉を必ず引いて帰るみたいな感じでやってるんですが、今年はですねちょっと川崎大師行けなくて、大晦日はですね家族で過ごす時間がありまして、今回は川崎大師行けなかったんで、新年明けた瞬間にうちのその地元の神社にお参りに行って、ここでお賽銭とおみくじとっていう風な感じでやってきましたね。割と寂れたっていうとあれですけど、そんなに活気のある神社じゃないので、新年明けてから行ってもそんなに人いないんだろうなみたいな感じで、ゆっくりお参りとかできるかなと思って行ったんですけど、めちゃくちゃ行列ができてまして、神社の階段のところにも人がずらーっといて、神社の外でも人が並んでるみたいな感じで、地元に愛される神社なんだなと思い、そこでなんだかんだ1時間ぐらい並んで、寒い中お賽銭しておみくじ引いてってやって
ってきました。今年もしっかりと大吉を引いてきたので、いい1年になるんじゃないかなと思いますね。今回ちょっとこう奮発をしてというか、普段こう賽銭ってやっぱ5円とか入れると思うんですけど、5円なくて財布の中に500円玉があったんで、もう今回行くかみたいな感じで500円玉入れたんですけど、後に調べたら500円玉ってあんま良くないらしくて、2日後ぐらいにもう一度その神社に行って「すいませんでした」っつって5円入れて「失礼しました」って言ってお賽銭をするみたいな、2回お参りに行くっていう事件がありました。そんな感じの年末年始だったんですが、はい、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。なんか面白いことあったっていう方はぜひコメントしていただければと思います。ということで、この動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギフトショップトニック営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。現在トニックではですね、新しいスタッフ募集しておりまして、我こそはという方おりましたら X の DM からご連絡いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この後正解発表です。どうぞ。
う